時は2世紀後半、日本で邪馬台国の女王卑弥呼が倭王となった頃、中国では五冠の皇帝、霊帝とその側近の宦官、十条寺のもと、政治は乱れ、官位は金で売買され、汚職が横行し、正義派の官僚は官位を追われ、日常的に民衆は搾取されていた。民衆の不満は極度に高まり、ついに太平道の教祖、張覚の指導のもと、一斉に武装蜂起した。黄巾の乱である。朝廷は何とか黄巾の乱を鎮圧したが、続いて西方の領州で、民衆が強族と共に反乱。反乱軍は金城軍の名士、偏将音関水を捕らえると頭目に担ぎ上げ、表州の各地を次々に侵略した。朝廷では、一旦は領州を放棄する意見も提出され、それは却下されたが、宝沢の進言もあって、当面は討伐軍の派遣は見送られることとなった。こちらは領州の反乱軍の陣営。ここまでは順調だが、いずれ朝廷の討伐軍が来るだろうな。そうだ。兵士をもっと集めねばならんが、集めたところで十分に食わせることができないと何ともならんな。荒い目で見れば、耕作地を増やして農業を盛んにしないといかんな。時間はかかるが。しかしこの州は人が少ないな。人口を増やさんと。やること山積みだな。この間略奪した県城にはほとんど財宝がなかったじゃねえか。もっとお宝のあるところを攻めようぜ。略奪ばかりしていては民心は得られない。民心が得られなければ長続きしないぞ。もともと王国、宋県からは渡兵したら中国の財宝がたんまり手に入ると聞いているんだ。これじゃ話は違うじゃねえか。そうは言っても民がついてこなければ軍が滅びてしまうんだ。そうだ、領州で略奪するのがよくねえなら他の場所を略奪しようじゃねえか。他の場所？三歩だよ三歩。長安はかつての都で華やかだろう。それになんといっても皇帝領だ。武帝や先帝の領母には大砲が5万と待っているだろうよ。それいいじゃないか。今すぐやろう。それをすると朝廷が大軍を派遣してくることになるぞ。その時は甲冑にでもずらかれば、奴らも撃っては来ねえだろうよ。結局彼らは三歩に侵攻することを決定した。三歩とは、前漢の首都長安を中心とした漢中平野一帯。副首都圏であり、何よりも劉邦、文帝、武帝など歴代の皇帝領が設けられているため、朝廷としては何としても守らねばならない地域だった。宝沢に従って一旦四隅していた朝廷側も、これによって方針変更を余儀なくされたのである。三歩はどうしても賊に怪我されるわけにはいかない。その通りです。もう情勢を伺っている余裕はありません。急いで西方に軍勢を送りましょう。そうだな。誰を総大将とするべきか。最大の適任者がおります。誰だ？候補数です。候補数。しかし奴はつい先日紀州に赴任したばかりではないか。候補数は軍事作戦の能力もさることながら、領州での人望が抜群です。ご存知の通り候補数は安定軍の出身で、叔父の候補記、そして候補数本人は、領州人がこの上なく尊敬する人物です。領州の人民も候補数のためとあらば喜んで命を投げ出すでしょうし、賊もあえて歯向かおうとはしないでしょう。とはいえ、現状では兵士が十分におりませんので、まずは長安に駐屯させて領母の護衛に専念させましょう。徴兵と訓練が終わりし大領州に討伐に向かわせるということか。その通りにございます。よし、候補数に任せれば陳も安心して眠れるな。こうして、朝廷は最大の切り札である候補数に賊軍の討伐を命じ、まずは長安に駐屯させたのである。長安に赴任した候補数は、敵味方の戦力分析を行っていた。今回の戦は厳しいな。どうなさったのですか？黄巾は敵の数こそ多いが、戦の素人だった。思えばかつての強族との戦で朝廷軍が勝利できたのは、段慶将軍率いる精兵と、勇敢な甲冑義重卿の力によるものだ。今回我々はまさに彼らと、しかも彼らの本拠地で戦わねばならない。終電の寄せ集めの兵士だけでは到底太刀打ちできぬ。では、いかがいたしましょうか。そうだな。朝廷に願い出て、武願の勇猛な騎兵を3000ばかり派遣してもらうとしよう。この時、北方で兄弟だった戦費の指導者団石会は4年前に亡くなり、鳩を継いだこのワレンは指導者としての力量に欠け、部族の離反を招いていた。その東のオガンは主に4つの部族が兄弟だった。9000余りの集落を率いる上国の南道、5000余りの集落を率いる両西の旧力と、1000余りの集落を率いる両党の祖国園、800余りの集落を率いる北平の応援。彼らはいずれも優れた指導者で、それぞれ王を自称していた。武願の騎兵3000を挑発したいという候補数の希望は朝廷に伝えられ、朝廷で議論が行われた。武願と戦費を比べると、武願の兵は弱く、戦費の兵の方が壮健です。
武願の代わりに戦費の兵を集めて送った方が征伐の役に立つのではないでしょうか。なるほど。皆さんの意見はいかがかな。武願と戦費を比べると、武願の兵の方が少なく、かつ右願と戦費は以前からの旧敵です。もし右願が挑発されれば、戦費がきっとその手薄になったところを襲うでしょう。武願はこれを聞けば、きっと軍を捨てて救いに戻るでしょう。これでは実際に利益がないだけでなく、全軍の士気を削ぐことにもなる。数世は返済の近くでの駐在が長く、彼らの態度や嘘偽りをよく知っております。もし数世に戦費の景気5000を募集させれば、必ず敵を破る効果があるでしょう。確かにそうかもしれぬ。お待ちください。私はその意見には反対です。それはどうしてかな。戦費は遥か幕奥におり、犬や羊と一緒に生活しており、定まった指導者はなく、固定した住居もなく、天性は鈍暴で、真偽をものともせず、そのため何度も辺境の砦を攻撃し、平和な都市とてありません。肌干しが行われる時だけ、やってきて寄付します。これは中国の珍しい宝物が欲しいだけであり、中国の護衛を恐れ、徳に懐いてきているのではありません。彼ら戦費人は規範を守らず、いつも不法なことをします。軍令によって裁くと、怒って反乱を起こします。返償は怯え、彼らが反乱することを恐れ、彼らの下手に出て眺めるだけです。今、鶴ヶしい敵はまだ平定されず、今日が大きな害となっている中、もし後悔するようなことが起こっても、取り返すことはできないでしょう。戦費の兵を使うべきではないというのか。それではどうすればよいか。はい。老政の強固で先導を守り背いていない者の中から、精勇な兵を選抜し、多くの報奨を与えるのが良いと思います。大主の李さんは冷静沈着で知望のある人物ですから、必ず報奨を持って彼らに視力を尽くさせることができるでしょう。今は徐々に災いを消す戦略を考えるべきであり、即効性のある策に走らない方が良いと思います。いや、今回の族の中には多数の強族が含まれております。強族が同じ部族を相手に力を尽くして戦うとは思えません。ふむ、それもそうか。どうしたものか。この後も会議が続いたが、結局最終的には候補数のもともとの要請通り、右岸の騎兵3000人を派遣する手はずとなったのである。天将、関水の乱に対する朝廷の対応は遅いな。そうだな。董卓の慎重論もあったけど、黄巾の乱の迅速な対応とは天と地の差がある。どうしてこんなことになったの？黄巾の乱の対応や宮殿の再建で元から苦しい財政がさらに悪化していた。また領州は都から遠い。紀州出身の歳列が領州を放棄することを主張したように、中殿に生きる人々にとって領州での反乱は半ば人事だった。だから優先的に対応しようと考える人があまり朝廷にいなかったのか。そしてさらに悪いことが起こる。なんと総大将の候補数が失脚してしまうんだ。一体どういうこと？それをこれから見ていこう。中将寺の主会である長城と長中、彼らは黄巾の乱の最中から露職や不将など朝廷軍を率いる諸将を陥れていた。彼らが次に陥れようとする人物、それは黄巾平定の英雄で、今は偏将関水の乱の討伐に派遣されている候補数だった。候補数め、俺の屋敷を没収しやがった恨みは忘れてないぞ。この間あいつに5000万の金を出すように言ったら、あいつは断りやがった。俺たちを敵に回したらどうなるか分かっていないようだな。思い知らせてやろうぜ。陛下、陛下。どうした？今国家の財政は苦しいというのに、候補数はとんでもないことをしています。候補数がとんでもないって一体なんだ？候補数は賊の政党の御利りを受けておりながら、長安にとどまったままで討伐の功績を上げておりません。そうです。彼はぐずぐずして進まず、軍事費を無駄に使っております。彼は真面目に征伐を行うつもりなどないのです。このままでは朝廷の金庫は候補数一人のために空っぽになってしまいます。宮殿の再建などおぼつかなくなってしまいますぞ。候補数がやる気がないだと、それはまずいではないか。どうすればよい？候補数を召喚するのです。そして代わりの将を征伐に差し向けましょう。そうか。候補数に代わる将などなかなか思い浮かばんが。とにかくこのまま放っておいてはいつまでたっても征伐は進まず、陛下の宮殿も作れなくなってしまいますぞ。仕方ないな。クソ。候補数めっちんの信頼を無にしよって。平定は信頼する長城長中の言葉を信じてしまった。
候補数は選考がないことを理由に召喚され、佐々木将軍の院女を没収され、候補8000のうち6000を没収されてしまったのである。バカマロです。返章、関水の乱が発生してから9ヶ月、朝廷はこれといった手を打てないままで、討伐軍の総大将である候補数が残念によって罷免されるに至り、ますます対応は後手に回ることになりました。そして右岸騎兵の挑発も、次回説明する通り失敗に終わってしまいます。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。